こんにちは。伊藤邦久と申します。現在はアメリカのデトロイトの美術学校、デザインの学校ですけれども、カレッジ・フォー・クリエイティブ・スタディという、通称 CCS という大学のトランスポーテーションのフルタイムの先生をもうかれこれ15年ぐらいやってます。その後はいろいろとやってきたんですけど、またそれはおいおい皆さんと話ししながら、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。もうだいぶ慣れましたね。やっと。もう15年。でも、いろいろとフォードにいた頃とか、日産にいたことを含めると20年ぐらいですね。で、慣れたかっていうとね、もう慣れましたけどね。なかなか住みやすいところですね。気候はちょっと冬が厳しいですけど、なかなか田舎ですけどいいところだと思います。物価は安いし、住みやすいところですね。はい、わかりました。今勤めているCCS という大学はもちろんデトロイトの日本拠地があるんですけども、もともとはイギリスのアーツクラフト運動で始まったアメリカでね一番古い美術大学だと思います。僕の母校はアートセンターカレッジオブスタディというカリフォルニアの大学を出ましたけども、それよりも古いんではないかと思いますね。一番古いところで、今現在ね1500人、学生が1500人以上いて、世界中から33カ国ぐらい来てるのかな。例えば僕の学生の半数はですね、海外からの学生ですね。アジア、それから韓国、中国多いですね。インドも多いし、それから南米、それからヨーロッパ、その他がアメリカ人ですね。アメリカのいろんな地方から来てますけど、そういう構成ですね。で、科目はですね、いろんな工業デザインも、それから美術が科もいっぱいあるんですけどね、その中でプロダクトと自動車が一番大きな、なんていうんですかね、科ですね。約何人ぐらいいるのかな。1年生から4年生まで、大学院も含めると250人ぐらいいるんでしょうかね。そんな感じです。一番大きい科です。あのCCS と自動車メーカーの強い絆があって、もちろんデトロイトにいますから、GM フォード、クライスラー、これとの結びつきって非常に綿密なんですけど、それ以外に全世界の自動車メーカーほとんどと強いなんですかコンタクトがあって、大体3年生、4年生のプログラムは、事業は大概その自動車メーカーからのスポンサープロジェクトなんですね。いろいろ宿題いただいたり、もちろんサプライヤーの方もいらっしゃるし、それ以外の、非自動車産業機械だとか、いろんなものの宿題が、産業共同っていうんですか、そういう事業が、3年4年生の主な事業内容です。すごい結びつきが強いですよね。全世界的に特に日本のトヨタ、日産、ホンダとの結びつきは非常に強いです。それは難しいな。どっちもね、もちろんアメリカの大学なんですけど、留学生もどっちも多いし、あれなんですが、多分アートセンターの自由度が高いところですね。場所はカリフォルニアで、デトロイトよりはずっと明るくて、天気はいいなとか、そういう気候の違いはありますしね。違いは何だろう、そんなに違いないと思うんですけどね。卒業してからのやっぱりあの卒業生の就職先を見てみると、デトロイトが自動車会社主だとすると、アートセンターってのはどっちからっていうと、ムービーだとか映画産業とかっていうところも多いですね。自動車産業がその現場にアートセンターのカリフォルニアにないもんですからね。どちらかというとそういう感じの産業の就職先が
多いです。もちろんデトロイトの、出社先っていうのもありますけどね。だからまあ両方ちょっとした違いはあると思います。はい。あのーですね、僕はGM にアートセンター卒業してから GM に入って、それから2年してオペルっていうそのドイツの自動車メーカーに行って、数年やってきて、それを辞めて日本に戻ってきたんですよね。その日本に戻った時何をやったかというと、マーケティングの会社にね、誰かすごく面白い会社で、ODS という会社なんですけども、その、概念とか、格好というんですかね、なんていうんですか、そういうソフトをですね、定力化するということを非常にやってたマーケティングの会社なんですね。でそこでやり始めたのが、これ僕が中心でやってたんですけど、あの工業デザインブランドを立ち上げようという、その当時いろんなファッションブランドがあったんですけど、工業デザインのブランドで、ドイツにいた時に仲良かったポルシェデザインとかルイジ・コラインだとかハンス・ムートというのを日本に、ブランドとして登録して、で国内でもってそういうブランドのですね、ついた工業製品をデザインしようということを始めたんですね。でその中で、キャノンだとか、それから、ソニーの、ウォークマンのものとかですね、いろんなものを大体いろいろやってきましたけども、その後ね、少し10年それやってて、その後ドームという会社から、ちょっとお声がかかって、そのスーパーカーを日本で作りたいというので、参画しないかということがあって、で1988年からジオットデザインというのを立ち上げて、そのスーパーカーを作ったっていうのは、僕の一番、何ていうんですかね、一番人生の中で楽しかった時代だと思います。もちろん後でご紹介しますけども、その時作ったのはスーパーカージオットキャスピタっていうんですけどね、これはイタリアの、カルロ・キティというアルファロメオの天才的な12気筒エンジンの、設計者で、水平対向の12気筒をその作ったっていうのを売り込みに来たんですね。でそれを積んでルマンに出ようという話が出て、その後にスポンサーがいろいろとつきましてね、スバルだとかいろんなところから協力のあれが出ましたけども、とりあえず我々でその12気筒を積んで、キャスピタを作ろうというのを1年間やってましたね。で1989年東京モーターショー第26回東京モーターショーに出して、スバルのブースで出したんですね。当時プライベートでは出せなかったんですね、そういうショーカーだとかそういうものは。だからスバルの、協力を得てですね、スバルのブースでそれを展示したんですね。でその当時初めてフルカーボンですね、ボディも含めて、それで12気筒、水平対向12気筒で約700馬力かなあって、最高速が320、今でいう0604をですね、4.6かな、7だった。とにかくその当時、今から30年前にはとんでもないスポーツカーを作ったんですね。で4台作って認証まで取ったんですが、その後バブルがはじけて、全世界的に景気が低迷したんでね、であえなく断念したんですよね。1900あれは4年後ですね、発表して4年後ですね、断念したんですね。でそれが発端で、ドームジオットデザインは、召喚をいろんな車できるんだということで、いろんなメーカーから国内国外を含めてその開発の依頼がいろいろ飛び込んできたんですね。でそれで10年しばらくジオットデザインの仕事をずっとやってるんですけどね、またバブルがはじけましてね、それでちょっと下火になって、自動車メーカーがそれを開発しようと、そういう外部に出さないということになって困ってた時に、僕はフォードから来ないかということで、そこに入社をしたんですね、フォードに。でデトロイトに行ったんですけど、デトロイトから今度マツダ、その当時マツダとフォードが提携してましてね、フォードからマツダの、広島の、中に入って、その中にフォードジャパンという会社があってですね、そこで
町田さんといろんなデザインのやり取りをしたので、その中には RX8 も入ってるし、いろんな、トラックとかいろんなのあったんですけどね、そういうことをやってました。それでミシガンに帰って、その時言われたのはフォード GT という開発ですね。フォード GT の開発に入んないかと言われて、でフォード GT の開発に短時間ずっとやってて、最後仕上げて、その後ムスタングだな、ムスタングも新しいムスタングを作るんだというので、そこにも少し参画して、いろんな面白いことをやらせてもらいました。そんなところでしょうかね。これは面白い人で、もちろんカリスマ的っていうかね、あるところ行くとペテンシタっていう人もいるし、あるところ行くとすごいインパクトのあるね、ユニークなデザイナーだったその当時もね、今もそうですけどね。という2つに両国から離れてるんだけど、それをどっちにしろ、彼は非常にそういう点ではユニークだったんですね、その当時。ちょうどねその当時はポストモダンというイタリアのデザインで結構象徴的なデザインっていうんですかね、カチカチしたこういう型のなんていうんですかね、幾何学的な形が多かったところにですね、ルイジ・コラーニがその有機的な形を持ってきたんで、非常に面白い、なんていうんですかね、対象だったんですね、デザインの中では。でいろんなところから特にカメラはね T90 っていうところで長澤さんというそのデザイン部長がぜひそれをやりたいというんでキヤノンの御手洗さんの社長室まで僕行ってルイジ・コラインとね行ったんだけど、その時面白かったのは御手洗さんのね応接室には社長室にはね黒板があったんですよね。ルイジ・コラインが自分でねマジックマーカーを持ってきてね、君たちのデザインはここで、僕のデザインはつってね、バーッと部屋の中にね線を描き始めたの、マーカーで。でこんなところに僕のデザインは君たちのと全然違うところにあるっていうねことを書いて、マジックだからね、もう社長室の白い壁はねもう消せないわけねでそういうことをね平気でやれる人で、その時にはみんな社員もビビっちゃってあれなんだけど、社長にはインパクトあってね、でもう彼とは契約するって話になったんだけどそれから大変だったんですけどね、実際にカメラに落とし込むのにはやっぱりルイジ・コラーニの一人の作家、彼は芸術家に近いだろうと思うんですけどね、それを、日本人チーム、僕を含めて日本人チームが設計のいろんなことをやって、で結局その当時はクレーモデルを僕、自動車でやってましたからね、クレーモデルを持ち込んで、クレーモデルでもってカメラを初めて作ったんです。でその当時キヤノンが最初にそのデジタルができるっていうことでね、クレーンモデルをスキャンしてそれを、あの当時ソフトは何だったかな、今のエリスとかそんなんじゃないと思うんですけど、かなりプリミティブなやつだと思うんですけど、それでもってデジタルでもって最初にやった樹脂の、今まで金属だったんですけどね、樹脂でああいう有機的な形を作るっていうのは要するに初めてやり始めたカメラだったんですね。そんな思い出がねすごく強くありますね。もちろん他にもいっぱいありますけどね、陶器もあったし、立ち吉の陶器もあったし、いろんな電気製品もいろんなのがありましたね。で携帯電話もあったし、電話機も NEC でやったし、いろんなものがあったんですけど、やっぱりその当時海外にね日本のそういう電気機器が海外輸出向けなんですね。で日本人のデザインってインパクトも弱いんですね、綺麗なんだけど。でやっぱりそういうかなり癖の強いものをその海外向けに出すっていうのはね、一つの、なんていうんですかね、日本のその産業を輸出で日本のそういう機器をプロダクトを出すためにどうしても必要なデザインテーマだったと思います。そういうお手伝いをしたっていうね。僕はルイジ・コラインのデザインを少し自分なりに全部変えちゃったねちょっとあんまりこれダメなんじゃないかなっていうんで、だいぶ50-50ぐらいでやってましたけどね、
だからキヤノンとかソニーさんがだいぶ褒められてね、要するに ODS がいなかったら物なかったんだろうなっていうようなことを言われています。ハンス・ムートはBMW のオートバイをデザインした後にですね、ターゲットデザインというところに入ったんですね。でターゲットデザインをまとめてて、ターゲットデザインのオートバイをですね、あれはどこだろう、ハノーバーのオートバイショーかなんかに出したんですね。でそれを鈴木の方が見てすごいって。で誰がやったんだって言ったら、もちろんターゲットデザインがやったんだけど、ハンス・ムートが自分で名乗りを上げたんですね。でその時チーフデザイナーだったんで、ハンス・ムートがクレジットを取ったわけですね。で要するにハンス・ムートが、鈴木に呼ばれて、で作ったのは例の刀なんですね。だけどプロポーションで見るとね、ターゲットデザインが出した名前忘れたけどオートバイとよく似てるんですよね。でそれを日本向けにデザインし直したんでしょうけど、なかなかいいデザインでした。今までのオートバイと全然違うねプロポーションで、みんなびっくりしてたと思いますね。つまりね、思ったんだけど、やっぱり最初デザインのコンセプトから最初出すのはね、やっぱりたくさんの人間で合意性でやっててもね、あんまり魅力的なもの出ないんですよ。だから最初に、ルイージ・コラーニもそうだし、ポルシェもそうだし、ハンス・ルートのオートバイもそうなんですけどね、最初は誰か一人が自分の個性でテーマを決めてやってね、その後、いろんな人が、設計も含めてやって量産化するのは僕いいと思うんですけどね、最初はやっぱりかなり合意性じゃなくてね、かなりエゴでそのデザインを始めるっていうのはその当時の、成功例だったなと思いますね。今はね、もうどこの産業もやっぱりそれで細分化しててね、いろんなことが、結構合議制なんですね。だからなかなかそういう特化したものが出ないっていうかねそういうところは多々あると思いますね。確かにね、本当にそうなんでね、僕が生まれた、段階の世代の人たちってすごく戦後の復興の後ね、いろんな情報が海外から、それはドラマだ、音楽だ、アニメーションだ、それからファッションだ、いろんなもの入ってきましたよね。その中の最後に来たのはそういうデザインのね、影響だったと思うんですけどね、それはね、本当にね、キャラクターで言ったらね、ユニークですよね。いいか悪いかは別にしてね、やっぱりヨーロッパ人とアメリカ人とかそういう海外の人たちの持ってるなんていうんですかね、自我っていうんですかね、自分のエゴ、そういうものを大切にするって姿勢がね、ちょっとね東洋人にはありえないですね。やっぱり忖度したりとかね、先輩をおごって自分の言いたいことを言わないとかっていうことはね、今先週もCCS でもって教授会でね、学生を集めて君の成績がこうでこうで君の態度はこうだって言った時にね、アメリカの学生、それからアメリカに何年もいる東洋人もね、全てね、とはいうものの先生ありがとうございますと言いながらね、自分の立場をしっかりと言うんですね。先生ビビりますよ。でもね、先生だからどうこうっていうのは自分の立場をはっきり言って、将来は私はこうなりたいこうなりたいこうなりたいってとうとうと言うんですよね。でこれはね、僕見ててね、すごいなと思うの。子供の頃からそういうことがね、習慣的にできてるのか分かんない。どうしても日本人はすごいぐーっと黙っちゃうっていうかね、抑えちゃうっていうかね、こう遠慮しちゃうっていうかね、そういうところはあると思うんだけど、それが彼らにはないですね。それは今でもそう。それは僕はね、学生見てて20歳20歳ぐらいの人たちにそんなことができるのはね、ちょっとびっくりっていうかね、してるんです。いや本当に今ね、大学の先生やってますけどね、もう一回ね、こういう世界に入りたいなと思ってるんですね。やりたいなと思ってるんで、一回こう断念したんだけども、それはいろいろビジネスのことになったんだけど、やっぱりこれはやっぱりそういう点ではね、今おっしゃったのは確かに歴史の中でいろいろ転換期ですよね。なんだろう。
結構ねこの車ショーカーとはちょっと違ってね、ショーカーってのはこ動いてどうしたっていうことはあんまり言われないんだけど、形だけ、それコンセプトだけの話なんですけど、これはねリアルにドームの設計も結構ルマンの研究してましたからね、パッケージから始まってかなりリアリティがあって、見てねそんなにねめちゃくちゃ新しいってわけじゃないんですよ。機構はすごい新しいんですけどね、見た感じは結構性能重視でね、エアロダイナミクスも結構やってたし、そういう点なんで一番どっちかというとスーパーカーに近かったんでしょうね。一番その当時近くて、断念したとはいえね、一番日本から出たスーパーカーの中では一番その量産に近かったもんじゃないですかねと思います。あのスポンサーがね、一番のスポンサーからワコールだったってことなんで、非常に体のね線というか、なんていうんですかね、身体のそういう筋肉性って言ってもあんまり筋肉もりもりでもないし、女性の美しさみたいな、こういう美しくかなりそういうソフトなね美しさみたいなのは出したかったんですね。だからそんなに強烈に個性の強いっていうことじゃなくて、ちょっとね弱々しいって言ったらいいけど、どっちかというと女性的な美しさみたいなものはデザインでは入れ込んだつもりなんですけどね。プロポーションはねやっぱり結構その当時のルマンの、典型的なあれで、ちょっとフェラーリとかそういう量産のスポーツカーとはちょっと違いますね。いやフェラーリはねやっぱりそういう点ではなんだ投資対象にもなりますよね。つまり買って、ポルシェもそうなんだけど、持ってたら何年してもその倍に売れるとかね、そういうことがあるんだけど、普通、個人がね作ったってさ、そういうことはありえないですよね。よっぽどブランドがその確立してないと。でこのブランドっていうのはね実はね本当定量化できないんですよ。歴史だしね。あのー僕よく言うんだけど、ポルシェとね一回ダイバーズウォッチをねデザインしたことあるんですよ。日本のあるメーカーから頼まれてね。でデザインしたんだけど、とにかく100メートル防水の時計でチタンで作ってくれって言われたんですよね。ところがねどう考えてもね、人間がね素潜りできるダイバーをつけても20メートルがね最高なんですよ。だからね80メートルは何かっていうとね、実際にはね人間が享受できない機能なんですよ。それはだからそれはね全くソフトなんですよ。つまりすげえなっていう世界なんですよ。そのすげえなっていうのがブランドなんですよ。でこのそれはフェラーリだとかそういうのは実際にね走ったらね他の車よりひょっとしたら遅いかもしれないんだけど、そのねすごいなっていうその歴史の話とかそういう付加価値がすごい大きいんですよ。だからみんな買って投資対象になるんですよね。ハードの部分ってすぐ古くなっちゃうだけど持てば持つほどだんだんその付加価値が膨らんでいくんですね。でこれが不思議なもんで、誰かたとえ誰かが作っても、ね、それはそうはいかないんですね。ポルシェとかフェラーリみたいなね話にはならないですね。認証の問題とかなんていうんですか、それどこですかね、要するにあそこでありましたよね、どこだって富山かなんかに自動車メーカーの何でしたっけあれ、日産をベースにしていろんな面白い車作ってるとこありますよね。そうそう、三岡自動車なんかも最初はやっぱり全然登録許可されなかったですよね。でやっぱりシャーシーは日産のを使ってとかマツダのシャーシー使ってってやっとそれが受け入れられるっていうのはねあれで、そういう点では運輸省はすっごい厳しいですよね。だから僕らもキャスピタはイギリス行って認証を取ったんですよ。日本では絶対取らないから。だから4台作ってそれをイギリスに持ってってそれで衝突テストとか全部やって認証を取ったんですね。だからもしできたとしても輸入車として販売できる、日本車としてはねちょっとねできない、そういうハードルがあったんですよ。そうするとインフラを含めてマースとかっていう世界に
なってくるじゃないですかね。サービスの一部が車であるみたいなことにどんどんなっていって、車って持つものじゃなくて仮にこう借りたり自分のものではなくなったり、社会のものだったりっていうふうになっていくんですけど、そこら辺はなんかもともと魅力的な車を作られてる極端だと思うんですね。それがだからそういう非常にこうオーナーシップが変わって自分では買わないとか持たないとかっていうことで、つまりシェアカーみたいなねものになるか、すごく特化して自分の大好きな車をね週末だけ乗るっていうスポーツカーを持つみたいなところとね極端、もう間がなくなっちゃうと思うんですね。間はもう本当に通常の電車だったりバスだったりすることになっちゃうかもしれない。だけど絶対に両方は残ると思うんですね。だからその辺で新しいそのスーパーカーみたいなものも出てくるだろうしね、今年来年将来、つまりそれが全自動だったりするかもしれないし、モーターで出てくるかもしれないし、ハードはねいろいろと変わってくるだろうと思うんだけど、どちらにしてもねやっぱりね出てくると思うんですね。数は分かりませんよ、一般の方がどれだけ持てるかどうかっていうのはね別にして。というふうにして需要はね両方ともあると思います。それはねやっぱりその自分がなりたいと言ってももちろんその本人のそのなんつうの能力も努力もあると思うんですけどね、それをねその受け入れる例えば市場っていうか国っていうかは日本では難しいです。アメリカは特にねヨーロッパもそうなんですけどね、自動車っていうのはその乗用車とかそれ以外にねいろんな農工機械とか、今回ジダでもってやらせていただくねセミナーもそうなんですけど、乗用車以外のものですね。だからそれこそ戦車も含めてねCCS は戦車のデザインも依頼されてやってるんですけど、そういう車以外のねそれこそバスとかオートバイとかいろんなものがね本当に土地が広いんで何十万台って出てるんですよね。でそういうそのニーズってあるんですよ、アメリカヨーロッパには。日本の場合はやっぱり輸出せざるを得なくて国内では賄いきれないんでね、どうしても乗用車とか軽自動車に特化しちゃいますよね。でそれはすごく全体的に小さいんですね。ところが海外はもういっぱいあるんですよ、そういうその車の種類から始まって。それはモーターボートもあるしヨットもあるしね、いろんな自動車だけ以外に限らずトランスポーテーションと言われるところのジャンルが大きいんですよ。だからぜひもしやりたいって言ったらやっぱり英語を勉強して海外に飛び出していくっていうのはやっぱり一つの一番いい方法じゃないかと思います。いやそんなこと言ったらねジュジュアロとかそんなのすごいと思うね。デロリアンとかあったでしょ昔、ステンレスでできたやつ、あんなのがよっぽどインパクトありますよ今考えると。やっぱ個性的ですよね。個性的ですよね。エゴってさっきおっしゃいましたけれども、日本ではなかなかそういう方っていらっしゃいませんもんね。アメリカもヨーロッパもそうですけどね、結構ねみんな手書きでやってるんですよね最初もね。今ねデジタルになってくるとやっぱりだんだんそういう手書きの良さがなくなってきてるね。こういう綺麗な曲線書ける人少なくなってきてる。それはやっぱり基本ですよね、手で書くのでそれをコンピューターでやればどういいんですけどね、コンピューターで先やり始めるとどうしてもね手の動きとか 0. 何ミリのねこう動きができないんですよね。コンピューターってこうなっちゃうんだよ、こうチュッ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 っていう、要するにパスを使って書くからね。最近はスケッチはほぼこう書かなくなっちゃったんですね。我々なんかはですね、特に書かないでしょ、機械物が多いんでほとんど書かなくなりましたけど、やっぱり最初は手でこうコピー用紙かなんかに書いて自分でこう手で思考するみたいなことをやって、アイデアスケッチって大概ちっちゃいね、本当にナプキンみたいなところから始まるんですよ。だからそんなコンピューターいつも持ってらんないでしょ、でかいの。だからやっぱりほら気の抜けたをこうワインでも飲みながらねうーって書いてるのが一番良かったりするんですよ。
でそれを持ってきてそれをコンピューターに入れるっていうのは手ありますよ。だけどやっぱり最初にこうふわっとこう考えてこう手の動きでこう頭をこうリラックスして書いてるやつが意外とアイデアとして一番まあ純粋だし、それやらないとねすぐ忘れちゃうんですよ。アイデアなんてすぐ覚えてると思うけど覚えてないんです全然。だからパッとトイレでも行ってたら風呂入ってる時にパッと考えたらパッと書いておかないと記録しておかないとね分かんなくなっちゃうんですよ。それコンピューターまで取りに行ったら大変だからね。でやってるうちにその神経がこっちに行くでしょ。だからなかなかそのパッとストレートにはいかないっていうところがあって、やっぱりデザイナーだったらやっぱり最初にプププって書けるような練習はしないとダメだよって学生には言ってるんですね。その後コンピューターいいよ、コンピューターのもね便利だしね、いろいろ色をつけるのもね形だってできるし早いし、それはいいんだけど最初にパパッと書くアイデアはやっぱり手でパパッと書けるようにしておかないと練習をしましょうっつって1年生はやってるんですね。